どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、こちらの iPhone 16 Pro Max を購入しまして、iOS 18のリリースなんかもあって、ホーム画面とかいろいろね、カスタマイズしていましたけども、だいぶ使いやすい形になってきたので、今日はこちらの iPhone 16 Pro Max の中身と、そのカスタマイズ方法を紹介したいと思います。もちろん16 Pro Max 以外の端末をお使いの方にも参考になるような動画にしていきますので、よろしければね、ご覧ください。ホーム画面をどうやって整理しているかとか、ウィジェットとかショートカットの活用方法と作成設定方法、あとアクションボタンやコントロールボタンなど iPhone 16シリーズに新たに加わった新しいそういったボタンや iOS 18の新機能を実際僕がどのように使っているかといったところについても詳しく分かりやすく解説していこうと思います。よかったら参考にしてみていただけたら嬉しいです。もしちょっとでも参考になったらグッドボタンをポチッとね押していただけたら嬉しいです。あとコメントもいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。では早速行ってみましょう。まず最初に僕の iPhone 16 Pro Max のロック画面とホーム画面がどんな感じになっているのか、こちらをね、簡単に紹介していきます。まずロック画面。ロック画面は iOS 16からロック画面にもこのようにウィジェットが設定できるようになったので、いくつかのウィジェットをこのように設定しています。こちらの設定はまた後ほど詳しく紹介します。ロック画面はこんな感じで、ロック解除してここからホーム画面ですけども、まずホーム画面1画面目はこんな感じです。上に時計とカレンダーのウィジェット、あとはよく使う1軍のアプリを厳選して配置しています。ワンタップで目的のアプリが開くようになるべくフォルダ格納はしないようにしています。続いて2画面目。上の部分にはマネーフォワードのウィジェットと、ここをフリックすることで音楽アプリをまとめたショートカット一覧に切り替えられるようにしています。その下には使用頻度があまり高くないアプリを自分でフォルダ分けして格納しています。このように自分でフォルダ分け、カテゴリー分けをする方が目的のアプリが見つけやすくなると思います。で、一番左のウィジェット画面。こちら上の方にはスイッチボットの音質時計を3つ置いていて、あとはバッテリーの残量を示すウィジェット。その下にはスマートデバイスの管理アプリを中心に配置しています。さらに下に行きますと、ペイメント系のアプリのショートカットを入れています。はい、ざっと紹介するとこんな感じです。ではここから各画面のカスタマイズ方法を順番に解説していきます。はい、まずロック画面ですね。iOS 16からこのようにロック画面にウィジェットを追加することができるようになりました。こちら設定方法は簡単で、まずロック画面を長押しします。そうするとこのような画面になりますので、このプラスボタンを押すか右側にスライドさせることで新しいロック画面を作成することができます。で、ここからロック画面に設定する写真とか、今の天気をアニメーションで表示するこういった壁紙とか、こういったいろんな壁紙を選択することができます。僕はこのね、こたつの写真を設定しようかなと思います。こんな感じでまず壁紙の設定ができます。スマホを開くたびにこの写真が出てくるんでね、ちょっとじわります。で、ロック画面を選択すると、このようにいくつか枠が表示されてると思うんですよね。で、これらもウィジェットになっているので、それぞれカスタマイズすることができます。この一番上の細長いウィジェット、これもね、いろいろ選べるんですけど、僕はね、カレンダーが見たいので、このカレンダーを設定しています。で、その下時計。で、時計もいろいろね、デザインを変えることができます。で、ここにもウィジェットが追加できるんですけども、このウィジェットを追加の一覧の中から追加削除ができるんですが、僕はね、ここまず天気アプリのバナーの天気予報を入れています。純正の天気ですね。クリックすると、このバナーの天気予報が出てくるので、これを設定。で、残りの余白、あと右側にはよく使うスイッチボットのアプリへのショートカット、あとチャット GPT のショートカットを配置しています。この天気とかチャット GPT は、ウィジェットを追加ってやるとね、このリストの中に最初から入っているんですが、スイッチボットはここにはないので、これはね、このランチャーというアプリで、ロック画面に置くことができる特殊なショートカットを作って、ランチャーアプリ経由でスイッチボットが立ち上がるように、ショートカットアイコンとして配置しています。このランチャーアプリの使い方も簡単なんで、今説明してしまいますね。こちらがランチャーアプリです。で、このロック画面ウィジェットという欄がありますので、ここで新規追加を押します。で、アプリランチャーを選択。で、ここで呼び出したいアプリを追加します。スイッチボット。で、チェックボックスを押して、これで保存。そうすると、上にも1個ありますけど、今新たに作ったの、一番下のこのスイッチボットですね。これが今、ショートカットが追加されました。で、またロック画面に戻りまして、先ほどのこのランチャーのショートカットのウィジェット、これをタップして、そうすると、このウィジェットの選択というのができるようになりますので、選択を押します。そうすると、ここで先ほど作成したスイッチボットが選べますので、これを選びます。
スイッチボット入りましたね。そうするとここのロック画面にスイッチボットのショートカットが追加されました。あとロック画面はそれ以外にもここの懐中電灯とかカメラとかデフォルトのね、このショートカットアイコン、これを別の機能に変えたり追加したり削除したりもそういうことができるんですが、僕はこの辺はいじってないです。はい、こんな感じでロック画面の設定一通りできましたので、これで追加をします。そうするとこの壁紙を両方に設定というのとホーム画面をカスタマイズという選択肢が出てきます。両方というのはロック画面とホーム画面どっちにもこの写真を設定するということなので、今回はね、ロック画面にはこのカラーのこたつを設定しますが、ホーム画面の方にはモノクロのこたつの写真をね、設定したいので、ここでホーム画面をカスタマイズを押してホーム画面の壁紙設定に移ります。ここでまた写真を選択してこれ選択します。はい、こうすることでロック画面はカラーのこたつの写真の上にカレンダーと時計とウィジェット3つと、それでホーム画面に行くとモノクロのこたつの写真の上にアイコンが並ぶと、こういった形になります。はい、これでロック画面とホーム画面のカスタマイズができました。あと iPhone XVI Pro Max に追加された2つのボタンについてもちょっとここで紹介しておきたいと思います。まずこの音量ボタンの上にアクションボタンというのがあります。これは iPhone XV Pro からもねありましたけども、16 Pro Max、16シリーズ全部かアクションボタンというのがついています。そして反対側のここの側面にはカメラコントロールボタンというのが追加されました。これはね今回新たに追加されたボタンになっています。でこれらに僕が何を割り当ててるかというと、まずこちらのアクションボタンですね。音量ボタンの上のアクションボタン、ここには Wi-Fi 強制オフ機能というのを割り当てています。これを押すと今ダイナミックアイランドのところに Wi-Fi の表示がありましたけども、これが Wi-Fi 強制オフ機能というので僕が作ったショートカットなんですが、これはどういう機能かというと、こう街を歩いてる時とか勝手に拾ってしまう Wi-Fi があるじゃないですか。 Wi-Fi の表示はされているけども接続できないのに拾っちゃったりしていて、結構ねあれが煩わしいので、ああいった街中で拾ってしまう Wi-Fi を拾わないように Wi-Fi 機能を元から停止するというねボタンをショートカットアプリで作って、それをねこのアクションボタンに割り当てています。で Wi-Fi はこのようにコントロールセンターからもオンオフができるんですけども、この青の時は Wi-Fi オンですけど、ここで1回タップするとこうグレーアウトの Wi-Fi アイコンになりますけども、これだけだと身近な Wi-Fi との接続を切るだけで他の Wi-Fi を拾ったらねまたつながりに行こうとしてしまうので、この Wi-Fi の機能自体をオフにできてないんですよね。でも先ほどの Wi-Fi 強制オフのショートカットを割り当てたアクションボタンを押すと、こんな感じで Wi-Fi の機能自体がオフになった状態になります。このね Wi-Fi アイコンにスラッシュが入った形ですね。これで Wi-Fi を元から立った状態になっています。もう一回押せばもちろんオンにはなります。はい、こういったボタンですね。結構これね便利なんでぜひ使ってみていただきたいなって感じなんですけども、この Wi-Fi 強制オフのショートカットを作る方法も今説明してしまいます。まずショートカットアプリを開いて右上のプラスボタンを押します。でアクションを追加するんですが、アクションを検索のところから Wi-Fi と入れますと Wi-Fi を設定というのが出てくるので、これを選択します。で Wi-Fi をオフに変更に変えます。で名称を Wi-Fi 強制オフとかにして完了します。はい、これでショートカットが完成しました。でショートカットが作れたので、あとはこれをアクションボタンに割り当てます。設定アプリを開きます。でアクションボタンを押します。そうするとここでいろんな機能が選べるんですけれども、ここでこのショートカットを選択します。でこのマイショートカット一覧に先ほど作成したこの右上にね Wi-Fi 強制オフというのがあるので、これを選択します。これで設定ができましたので、これでアクションボタンに割り当てができましたので、アクションボタンを押せば Wi-Fi を強制的にオフすることができます。はい、これでねアクションボタンの設定もできました。であとは先ほど説明したこちらのねカメラコントロールボタンですね。こちらなんですけど、これはね iPhone XVI シリーズから新たについたボタンなんですけど、僕はねこれ無効にしてしまっています。せっかくね追加されたボタンなんですけど、正直ねあんまり使いやすくなくて、これがなくても全然カメラ機能事足りていますし、実際ね全然使っていないんで、あとはね iPhone を持ち上げた時とかに結構ここを持ってしまって間違えて押してしまうこと結構あるんですよね。立ち上げたくないのにカメラが起動しちゃったりするんで、いらないなと思ってここはね無効にしちゃいました。こういうね新機能だからといって無理に使わないという考えもね自分好みの iPhone にしていくコツだと思います。でこの無効化のやり方なんですけども、こちらも説明していきます。でこれもね設定アプリをまず開きます。でアクセシビリティを開きます。
で、真ん中あたりにカメラコントロールというのがあるので、これを押します。今オフになってますけど、これデフォルトだとこのようにオンになっているので、ここをオフにすることでカメラコントロール機能をオフにすることができます。はい、これでカメラコントロールボタンを押しても何も立ち上がらなくなりました。はい、この辺りはね、せっかくの機能なんで使いたいという方もいらっしゃると思いますので、お好みでというところですけど、僕はオフにしています。で、あと同じように新機能なのに使っていない機能があるので、こちらも紹介します。それがこのコントロールセンターなんですけど、コントロールセンターね、iOS 18から複数ページ設定できるようになったんですよね。で、これは便利な使い方もできると思うんですけど、これだとこのコントロールセンターを閉じるときに、今までだとこの辺フリックするとコントロールセンターを閉じることができたんですけど、次のページ行っちゃうんですよね。上に1回だけフリックしてコントロールセンターを閉じるってことがしにくくなってしまったので、実際僕この2画面目3画面目とか使うことほとんどなかったので、もうこれ自体もねオフにしちゃいました。はい、これはコントロールセンター長押しすると1画面目2画面目とね調整できるんですけど、ここで今設定されているウィジェットを削除します。で、こっちも削除。で、こうすることで2画面今削除した状態なので1画面だけになりました。で、これであればフリックすれば簡単に閉じることができます。これでね、このコントロールセンターを出して閉じてというのがね、非常にスムーズにできるようになりました。これも好みだと思うんですけど、僕はね、この方が使いやすいなと思ったので、このような設定にしています。コントロールセンターを開け閉めがね、やりにくくて煩わしいと思っていた方は、こちらの設定もおすすめです。ここからはいよいよホーム画面のカスタマイズです。僕はホーム画面をカスタマイズする上でいつもね、2つのことを意識しています。まず1つ目が本当によく使うアプリだけを手元に置く。もう1つがすっきりおしゃれにしつつも実用的にする。この2つですね。僕の iPhone には百数十個のアプリが入っていますが、頻繁に使うアプリって本当にね、限られていますので、そういったアプリだけを手元に置くようにしています。そしてたまに使うアプリも目的別にフォルダー分けしてすっきりまとめることで、使いたい時にアプリが見つけやすくなります。あと iOS 18になってアイコンのカスタマイズができるようになりまして、例えばこういう風に全て同系色にするとか、こういった編集ができるようになったんですけども、これはね、ホーム画面のデザインに統一感が出てスタイリッシュになるので、満足感は高まるんですけど、おしゃれになる反面使いたいアプリがすぐに見つけられなかったりするので、僕はね、使いやすさ重視でこのライトにして元々のアプリのカラーにしまして、 iOS 18のアイコンカスタマイズは使わずにデフォルトのアイコンカラーのまま使っています。はい、そんなね、ホーム画面1画面目からどんなアプリを置いてるか見ていきましょう。まず一番上左側にはウィジェットスミスでカスタマイズした時計を置いています。ウィジェットスミスはもうご存知の方も多いと思いますが、ウィジェットを自分の好みにデザインしてカスタマイズできるアプリですね。今設定している時計とか例えば見てみると、こんな感じでクロックを選択して、でテーマはこのカスタムでフォントを選んだりとか、この色の濃さとか背景色とかも選べますし、縁の色とか、縁は僕はなしにしてますね。とかいう感じで、いろいろ時計のデザインも編集することができますし、もちろん時計以外のウィジェットっていうのもね、設定することができます。カレンダーとかフォトとかね、いろいろあります。はい、これで作成したのがこのスモールシャープ1というね、ウィジェットなんですけど、でウィジェットをホーム画面に追加する方法ですけど、これはこのホーム画面に長押しすると、編集というのが左上に出てくるので、これをタップします。で、ウィジェットを追加、ウィジェットスミスを選択して、先ほど作成したのがスモールなので、スモールのウィジェットを追加します。はい。そうすると、ここでいろんな作成したウィジェットを選べるんですけども、先ほど作っていた、もともと設定していたものですけども、スモールシャープ1というのがあるので、これを選択します。そうすると、ここに先ほどのウィジェットスミスで作成されている時計のウィジェットが追加されます。はい、時計はこんな感じでウィジェットスミスの時計を配置していて、その隣のカレンダーは、これは iOS 標準のカレンダーのウィジェットを配置しています。これも同じようにホーム画面の長押しからカレンダーを検索して、このタイプを選べばホーム画面に配置することができます。で、その下には厳選した19個のアプリと、あとメール系のアプリをね、全部ひとまとめにしています。通知がえらいことになってますけど、全てなるべく親指で届くところによく使うアプリというのは置いています。で、このホームに残すアプリは、一旦ホーム画面を白紙状態にしてから選ぶ方が僕はやりやすかったので、僕はね、最初にホーム画面のアプリを全てアップライブラリーに放り込みました。で、全てのアプリを1個ずつアップライブラリーに運ぶのって結構大変だと思うので、そんな時は、まずこのホーム画面を長押しして、でこのプルプルの状態にしてアプリを1個掴みます。カメラアプリ掴みました。で、他の一緒に運びたいアプリをタップしていきます。
そうすると全部このカメラアプリのところにまとまっていくので、こんな感じでこれでまとめて移動させることができます。このままアップライブラリに持っていって一旦ホーム画面から削除するということができるようになります。ちょっと一回離します。で、今のように一旦アップライブラリに全部入れて白紙状態にしてから実際に利用頻度が高いアプリだけをここに配置していくんですが、これもね感覚的に選んでしまうと実際はあまり使っていないのにあのアプリも使えそうだなとかね、念のためにこのアプリも置いておこうみたいになってなかなかね厳選できなくなっちゃいます。なので僕は実際に利用頻度が高いアプリを客観的に知るために設定アプリのスクリーンタイムを開いてそこから使用頻度の高いアプリを確認するようにしています。はい、これもやってみますが、まず設定アプリ開きます。この真ん中ぐらいにスクリーンタイムというのがあるのでこれを開きます。で、ここにこんな感じで1週間のアプリの利用時間というのがね表示されるので、ここのよく使われたもの、この表示を増やすとこんな感じでもっとたくさん出てくるんですけど、この中でホーム画面1画面目に置くべきアプリっていうのをね選択していきます。逆にここにないものは無理にホーム画面1画面目に置かないという風にします。はい、こうすることでねホーム画面かなり本当に利用頻度が高いものだけが集まる形になるのでおすすめです。はい、ではね、この厳選したアプリ一つずつ、簡単に紹介していきます。まずはカメラアプリですね。これは純正のカメラアプリですね。やっぱり利用頻度一番高いのはこのカメラアプリだと思います。で、その隣がファイナルカットカメラ。これも Apple 純正のカメラアプリなんですけども、これもね、普通のデジカメみたいな感じで、絞りとか、シャッタースピードとか、明るさとか、あとはマニュアルのフォーカスとか、そういったね、ミラーレス一眼でできるような設定ができるカメラアプリなので、そういった撮り方をしたい時にはこちらのカメラを使います。あとは写真アプリと設定アプリ。で、2段目一番左側が Google マップ。Google マップがね、地図アプリでは一番使ってます。行きたいところのピン止めとかがね、もう収集できないぐらいピン止めされてるので、日本国内だけじゃなく海外旅行行った時、台湾とか行った時にも行きたいところは全部 Google マップにピン止めしてるので、これは欠かせないアプリになってますね。で、その隣が Apple 純正のマップ。で、これは初めて行く場所とかを経路案内してもらう時にはこの Apple 純正のマップを使っています。AirPods と連動して道案内を聞きながら移動したりができるので、その点ではね Google マップでこちらの方が使いやすいので Apple 純正のマップアプリ使ってます。あとは Yahoo の乗り換え案内と Yahoo の天気予報。Yahoo の天気予報はやっぱり雨雲レーダーとかがかなり優秀なのでこれにねずっと頼ってますね。で、あと純正のメモアプリ。メモアプリは純正がなんだかんだ一番使いやすいなと思ってずっとこれを使っています。今回の iOS18 になってからメモアプリも格段にまた使いやすくなってきたりしているのでメモアプリユーザーとしては嬉しいですね。で、その隣は Google 翻訳。で、あとはリマインダーとチャット GPT ですね。チャット GPT はね、ロック画面にも置いてますけど、検索で調べるのがまた違った感じでね、知りたいことを知ることができるので、チャット GPT もホーム画面にも置いています。あとは YouTube のアプリと、その隣が YT スタジオ。YT スタジオは YouTube の投稿管理とか、管理者向けのこの YouTuber 向けのアプリですね。あとは楽天ルーム。楽天ルームも僕やってるんで、そんなに更新頻度高くないですけど、やってるのでよかったら覗いてみてください。なので一応自分の投稿とあと他の方の投稿とか見るために楽天ルームもここの見やすいところに置いています。で、その隣がメールアプリですね。これだけね、フォルダにひとまとめにしていて、LINE とメッセージと電話、メール、Gmail、Outlook、Slack、Teams と、プライベートで使うものも会社で使うものも全部ここにひとまとめにしています。で、一番下のこのドックのところには左からまずスレッズですね。あとはインスタグラム、あとはサファリと X、旧 Twitter ですね。旧 Twitter っていつまで言わなきゃいけないのかなっていつも思いながら使ってますけども。はい。この4つがドックに入ってます。はい。1画面目はこんな感じですね。で、2画面目、こちらも一番上にウィジェット、その下にフォルダ分けしたアプリといった構成になっています。ウィジェットは今ね、マネーフォワードのウィジェットが出ていますが、マネーフォワードの入出金とかその都度やるので、押しやすいところにこういう風に置いています。これ、スマートスタックみたいになってるので、これをフリックすると、音楽アプリをまとめたショートカット4つが出てきます。ここには Amazon Music、Spotify、Music、Radico、これを入れています。で、このマネーフォワードのウィジェットはそのままマネーフォワードのウィジェットデフォルトのものを入れてるんですけども、その下のこの音楽アプリのところ、これは先ほどのショートカットを作ってグルーピングしたものを入れています。このローテーションするウィジェットの作り方もね、説明しちゃいます。先ほど言った通りマネーフォワードのウィジェットはそのまま追加できるんですが、この音楽アプリのショートカット4つをグルーピングしたものはショートカットアプリでグルーピングして作っています。
で、このショートカットグループの作り方も簡単で、このショートカットの右上のこのフォルダボタンですね、これを押すとこういう風に新規フォルダが作れるので、例えばここのフォルダ名のところに Movie とか入れて追加をします。で、今作ったこの Movie のフォルダを開いて、右上のプラスボタンを押します。で、ここにアプリを開くというのがあるので、これを押します。そうすると、この水色のところからアプリが選択できるので、例えば Netflix とか選択して、一応名前も Netflix とかに変えておきましょうか。はい。これでこのボタンを押すことで Netflix が開くショートカットが完成しました。同じようにフォルダに Hulu とかプライムビデオ Unext、 こんな感じで動画配信系のアプリを4つをまとめたショートカットのグループを作って、これで保存します。で、このホーム画面を長押しして編集でビジェットを追加で、このショートカットの中から横長のビジェットが選択できるので、これを追加します。で、今選択されているショートカットが別のものになっているので、先ほど作成したこの Movie のショートカットを選びます。はい、そうすると先ほど作った Unext、プライムビデオ、Hulu、Netflix が入ったショートカットのグループがここに配置されます。で、これを先ほどのマネーフォワードと音楽系アプリのショートカットのこのローテーションしている、これスタックって言いますけど、ここに追加したいので、このショートカットを長押しして運びまして、この先ほどのマネーフォワードのところに載せます。そうすると音楽系ショートカット、マネーフォワード、動画配信系ショートカット、このね3つがこのスタックの中に入りました。はい、これでこんな感じでローテーションさせることができるようになります。はい、こんな感じでスタックの部分は作っています。で、この2画面目の下の部分ですね。ここには先ほど言いましたが、利用頻度が少ないアプリをジャンル分けしてまとめています。ここはね、数が多いので、アプリ名だけサクサク紹介していきます。で、まずこちらがカメラアプリですね。Lightroom、Photoshop Express、ソニーのイメージングエッジ、あとリコーの GR とつなぐイメージシンク、あとはモザイクをかけるモザイクアプリ、あとはライカのカメラ管理をするライカフォトス、あとは GoPro のクイックですね。で、DJI の DJI Mimo、で、ブラックマジックカム。はい、これらを入れています。で、その隣、ミュージック。こちらは Spotify、Amazon Music、Apple 純正のミュージック、Radico、Shazam、MD ビニール。これらを入れています。その隣、Movie。こちらには Netflix、Hulu、プライムビデオ、Unext、Apple TV、TVer、Abema TV とJust Watch というね、どの配信サービスでどの動画が配信されているかっていうのを動画検索するときに使うのがこの Just Watch ですね。これらを入れています。で、その隣、Book。こちらは Kindle と D マガジン、ノートを入れています。で、2段目、左側、ペイメント系ですね。Apple 純正のウォレットと Suica、PayPay、LINEPay、PayPal、PayID、あとは楽天ペイと楽天ポイント、あと野菜ペイですね。はい、その隣ショッピング。こちらには Amazon と楽天市場、Yahoo ショッピング、ユニクロ、GU、ダイソー、IKEA、無印良品、ニトリ。2画面目にガレージ。これは植物屋さんですね。ガレージと、あと ZOZO タウン、ビッグカメラ、ハンズ、デイクルーズ、銀座6、あとヘイとアクタス。これらを入れています。で、その隣、オークション。こちらはおなじみのメルカリと楽天ラクマ、オークションと、あとはハードオフのオファー買取アプリですね。これらを入れています。で、その隣、フード。こちらはクックパッド、食べログ、ウーバーイーツ、ナッシュ、スターバックス、ドミノピザ。これらを入れています。で、続いて3段目左側、スマートホーム。こちらは Google ホームとスイッチボット、プラススタイル、電球を管理するプラススタイルですね。あとはネイチャーホーム、ネイチャーリムの管理アプリ。あとは Amazon Alexa とタポ。これはスマートプラグを管理するアプリですね。あとは Eufy の体重管理をする Eufy Life、Eufy Clean、うちのロボット掃除機の管理アプリですね。あとは Eufy のセキュリティアプリ。
あとは隣の部屋で使っているロボット掃除機、ロボロックの管理アプリと、あとはネビュラコネクト、FireTV、エレクトロラックス空気清浄機の管理アプリですね。で、あとはサウンドコアとリンクシスのルーターのアプリと、あとはファーボ、これはこたつの見守りカメラですね。で、あとはデロンギのヒーターを管理するデロンギのアプリ。これらを入れています。で、その隣は Apple 純正のアプリをまとめています。App Store、Apple Store、Apple のパスワードアプリ、あとは Watch アプリ、ショートカット、カレンダー、天気、探す、ボイスメモ、あとはコンパス、計測、拡大鏡計算機、時計となってます。で、その隣ツール系ですね。ウィジェットスミス、マイデーウィジェット。これは Apple Watch にバナー型のカレンダーアプリをスマートスタックに表示させるアプリですね。あと先ほど出てきましたけども、ラウンチャーアプリ、あとは Adobe Scan、Actions、デザイン&プリント、ブラザーのね、テプラみたいなやつの文字管理アプリですね。あと、ウェザーニュースとフライトレーダー。旅行先とかで飛行機がどこから飛んでくるかっていうのを知るためのね、レーダーアプリですね。飛んでくる飛行機を狙い撮りする時のためのアプリ。その隣が日の出月の出ということで、太陽の動きを見るアプリですね。あとは歩数計アプリのダッフィー。あと、雨雲レーダー系のアプリの雨見る。この2つは Apple Watch で設定してますね。で、あとはザ・シティスタジオ。これはね、世界中のラジオが聴けるというアプリですね。はい、そのお隣、ファイル。こちらは Apple 純正のファイルと Google ドライブ、Evernote、ドキュメント、スプレッドシート、ドロップボックスを入れています。で、ファイナンス。こちらはマネーフォワードとマネーフォワードの確定申告。セゾンカードのセゾンポータル。あとは SBI 証券の簡単積み立て、SBI 証券の国内株、あとは米国株。UFJ 銀行と三井住友カードで住信 SBI とこんな感じです。で、その隣ヘルスケアで、こちらは Apple 純正のヘルスケアと、あと睡眠管理アプリのスリープマイスターと Apple Watch の睡眠管理アプリのオートスリープ、あとはフィットネスとカロリー計算アプリのカロミル、あとは ToDo 管理ソフトのストリークス、あとは私の歯医者さん、これは僕が通ってる歯医者さんの管理アプリですね。あとはソニックケア、そして筋トレメモですね。筋トレの回数とかを管理するアプリ。その隣ツアー。これは旅行の時に使うものですね。KKday のアプリと、あと Expedia のアプリ。あとは乗り換え案内のトランジット。タイガーエアー台湾のアプリと、あとは国内の新幹線とかで使う EX アプリと、エキネット、チケレスと。あとは Uber ですね。で、最後。SNS。こちらには TikTok と TikTok ライトというのがあったので、ちょっとこれも試しに入れてみています。あとは Pinterest、画像収集アプリですね。あとは Lemon8。で、あとは Podcast をちょっとたまにやったりしているので、Podcast の管理ツールの Podcasters 以上です。はい、2画面目はこんな感じですね。あと最後に一番左のウィジェット画面、こちらの紹介していこうと思います。こちら上にはスイッチボットと連携させている温湿度計が3つ確認できるようにしています。うちはね、この部屋と隣の部屋も借りていて、どちらもね、植物がたくさんあるので、あとベランダとかにも植物たくさんあるので、温湿度管理がね、結構重要になってきますので、それぞれの温湿度管理ができるように3箇所の温湿度が見られるようになっています。あとはバッテリーのウィジェットと、で、その下はスマートホーム系のアプリのショートカットを8つまとめています。スイッチボットプラススタイル、ファーボ、ネイチャーリモ、アレクサ、ユーフィーホーム、Google ホーム、ユーフィーライフですね。で、その下はペイメント系のアプリ4つまとめています。すぐ支払いたい時にここをすぐに呼び出せるようにウィジェット画面の一番下に置いています。こちらには楽天ペイと、あとはその下楽天ポイントですね。で、右上が PayPay と、その下が三井住友カードのアプリへのショートカットとなっています。はい、アプリは以上ですね。はい、今日は僕の iPhone 16 Pro Max の中身を紹介してみました。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうした iPhone に関する動画もいろいろ公開していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。